これはいい感じですね。なんか、一枚の紙っぽくなったんで。まずはシームをマーク忘れちゃう。シームをマークしてから展開。あれ選択してから展開。そうだった。これを忘れてしまう。いいんじゃないですかね。いいんですか？これがいい状態なんですか？いい状態ですね。これ見ただけだとどこがどこの部分か全然わからないんだけど。そうですね。体と髪の毛が難関っぽい感じがするので、耳からいきましょうか。耳。はい。左耳だけやってしまえば右耳はコピーできそうなので、消した方がいい感じですかね。消しちゃいましょう。やりますか。L にして反転。コントロール I って書いてあるけど、これじゃダメなんですかね。大丈夫ですよ。これで大丈夫です。H。はい。H はあれですかね。ヒドゥンって意味なんですかね。そうだと思います。ああ、なるほど。I は多分インバートでしょうね。インバート。なるほど。これ、もともとあれですね、なんか。そうですね。もともと、なんか割と円錐のままというかなので。そうですね。ただこれ裏の面いらないかもしれないですね。いらないですね。そこを削除しちゃいましょうか。ポリゴン自体を。はい。面でいいですかね。面で大丈夫です。これもでも一応切れ目入れた方がいい感じなんですね。そうですね。多分、このまま展開すると、なかなか難しい形になるというか。内側のこの辺で。そうですね。その辺だとあまり模様がなさそうなので。展開。こんな形ですね。あれですもんね。複雑な形にする必要ないですもんね、これはね。そうですね。このままでいいと思います。はい。で次に単純なのは、マフラーが単純そうですね。足は、足つながってんのか。そうですね。ちょっと足と胴体つながってるので、なかなか難問かなという。なるほど。じゃあ、マフラー。これも片方消した方がいいんですかね。そうですね。これも片方消しちゃいましょうか。はい。こうして、一回展開するところが変な感じなんで。これも一色で塗ってしまうんだったら、別に特に展開、このままでもいいと言えばいいんですけど、せっかくなんで展開しておきましょう。じゃあ、内側の厚みの部分とかどうですか？そうですね。そこでいいと思います。これで、マークして、いいんじゃないですか。いい感じですかね。はい。マフラーのこの部分。そこ手首のところとほぼ一緒ですね。はい。これなんかすげえここ汚いんですよ。なるほど。ここ消しちゃった方がいいのかな。無理やり三角にしなきゃいけないと思って作っちゃったんですけど。なるほど、なるほど。そうですね。消してしまってもいいんですが、上から見たときに、なんかマフラーの色が見えてた方がいいような気がするので、このままでもいいんじゃないですかね。とりあえずは。はい。これでも、ちびちび周りを選択していけばいいんですよね。で、シームを入れる。はい。はい、入れました。そしたら今度裏側も同じような感じでシームを入れてしまって、何個か開けてる状態でコントロールキーを押していただくと最短のルートを勝手に探してくれるんですね。コントロールキーを押す。コントロールキーを押しながらクリックする。もっと先の方まで行っても大丈夫です。こういうことですね。はい。はい。これで、シームをマーク。はい。忘れないように縦のラインも一箇所切っておきましょうか。はい。これは多分どこでもあまり関係ない気がするけど、念のため裏側の方がいいかもしれない。じゃあこの辺に。よし。これで展開と。なんだこの形は。こんなもんか、でも。いいんじゃないですかね。はい。いよいよ体をやりますか。了解です。足のところをまず切ってしまいたいですね。足を切る。そうな言い方です。そうですね。足の付け根から切ってしまい。足の付け根からここってことですか？そうですね。この子ってデザイン的にショートパンツとかでしたっけ？パンツでもいいんですけどね。でもショートパンツでもいいかな。でもいずれにしろそこから切っちゃうのがそうですね。そこの時にぐるっと選択できそうなので、オルトキーを押しながら選択していただけると、ズバッといけそうですね。でいけたかな。はい。こっちの足も同じ感じで。そうですね。同じ感じでお願いします。シフトとオルトを押しながらか。良さそうですね。ここにシームを設定してみましょうか。次はですね、足の裏をちょっと別に分けておきたいので、足の裏をぐるっと囲むような感じで選択してもらっていいですか。こういうことですね。そうです、そうです。で、同じようにシム。はい。はい。足全体の切れ目なんですが、はい。ここ縦の、そうですね、まさにその側のところとか、いい感じだと思うので、いいですね。はい。これでシームをセットしていただくと、ちょっと胴体とかまだ残ってるんですが、一回この状態で展開して足がうまくいってるか見てみましょうか。はい。
足はいいんじゃないですかこね。の部分が足なのですかね。あ、多分そうですね。この綺麗なところが多分足ですよね。そうですね。そのなんかギュッて一箇所に集中した真ん中にあるやつ、多分その辺が胴体がうまくいかずになってる感じですね。で、あと少しですね。はい。胴体はまず背中のあたり切っちゃってもいいかもですね。真ん中からはい、真ん中から縦の線。縦のラインですね。この首みたいなやつどうしましょう。そこも一緒に、はい。はい、そんな感じで。ここでシーム入れたら、あとはもう実はいいのかな。ちょっと展開してみましょうか。了解です。良さそうですね。そうですか。これが結構いい感じってことですね。そうですね。ちょっと体の方、3D の方、ちょっと一回ぐるぐる回してみてもらってもいいですか。なんか特に変に小さい四角とかなさそうだし。ああ、なるほど。この今見えてるチェックの柄が、はい。なんか股間のあたりがちょっと。ああ、そうですね。股間のあたりがちょっと展開必要かもですね。お尻とか。お尻のとこちょっと割っておきましょうか。はい。ケツをじゃああります。はい。どういうふうにやろうかな。尻に沿って割ってもいいかもですね。割れてるところにというか。前までぐるっといく感じですか。そうですね。いっちゃってもそんなに複雑な模様があるわけじゃないと思うので。この辺汚いんでなんか綺麗にしたいみたいなところはちょっとありますけどね。こんなとこ多分見えないと思うんだけど。そうですね。だから結構そういうところみんなこだわるんですよ。ユーザーとしてはありがたいことです。そうです。あれどれがどの部分なんだろう。でも四角の大きさは均等になった感じ。そうですね。かなり綺麗になった気がしますね。かなり綺麗ですね。じゃあもうこれでいいかな。じゃあこれでいきましょう。はい。あと足のモコモコ的なやつ。ここは手と一緒なんで簡単そうですね。こっち側を消しといた方がいいんですかね。そうですね。そこもミラー後でしちゃいましょう。はい。やっぱりこういうふうに四角ポリゴンで並んでると選択が非常に簡単でいいですよね。いいですね。はい。そしたら次は服か。ペラペラだからこのままいけそうな気もするんだけど、なんかこのままでいいかもしれないですね。一回展開を。一回ちょっと見てみたいですね。はい。こんな感じです。なんか全然いけちゃいそうな気がするんだけど。ここまで大丈夫です。はい。ですよね。はい。じゃあいよいよラスボスが。そうですね。こいつか。さてどう入れたらいいんでしょうこいつは。一回そのまま展開してみましょうか。はい。なんです。なるほど。一色だったら問題ないかもしれないですけどね。そうですね、その通りです。これ今 3D モデルの方にチェックがついてないので分かりにくいんで、ちょっとマテリアルを変えてもらってもいいですか。チェックのマテリアルが上にあると思うので、それを選択していただいて、割り当てっていうボタンを押していただくと、そうですね。なんか確かにちょっと大きいところがあるんですが、結局その大きなところがなんか描いた以上に絵が伸びてしまうんですね。ただ今回って 3D ペイントを基本的に使っていきたいと思っているので、さほど気にならないかもしれない。いけそうですか。行ってみましょうか。じゃあ行きましょう。じゃあちょっと全部表示していただいて、了解です。あとはですね、左右反対側消したパーツを複製しておきたいので、これ L キーをうまく使うと、はい、うまく選択できると思うので。これでいいのかな。これで良いはずですね。じゃあこのパーツをちょっと切り離してしまって、切り離す。メッシュのメニューの中に分離というのがあるので、それを使いましょう。選択。はい、選択です。そうするとここは、はい、別オブジェクトになるので。ですね。こっちですね。そっちですね。これで、できた。これ UV もちゃんとミラーされてるので大丈夫です。じゃあちょっともう一回モデルを全部結合してしまいましょう。モデファイヤーをあれですね。まず適合してから、こいつを、はい。結合。はい。これで編集モードに入っていただくと UV って多分ぐちゃっとあるはず。マテリアルの方でちょっとまたチェック模様に変えてもらっていいですか。で髪の毛とかも全部割り当て変えちゃいましょう。そのままマテリアル選択している状態で割り当てっていうボタンを押していただくと。はい。はい。これでいいですね。綺麗に全部展開できましたね。よかった。あとはもうすごい簡単です。展開はされてるんですが UV がぐちゃぐちゃに重なってるのと、あと大きさがバラバラなのを直したいんですが、これに関してはですね、結構ボタン一つでできてしまうので、U ボタンを押すと UV のメニューが出てくるんですが、もう一回展開をしてもらうとですね、こんな感じで全部一斉に揃って直してくれるんですね。選択されてないやつがありますけど。そうですね。この選択されてないものだけを選択したいので、コントロール I を UV の画面の方で押していただいて、はい、移動ツールとかで移動してもらっていいですか。マフラーとか手とかか。
必要なものなので、じゃあそのままにしておきましょう。顔が相変わらず横に倒れているという状態で、ここだけ少し直したい気がするんですが、全部90度回してしまってもいいかもしれないですね。こういうことやるときには数値入力の方がいいかもしれないですね。R を押してから90って入れると90度回るので、マイナス90かもしれないです。マイナス90っぽいですね。はい、ちょっと念のために選択してみましょうか。3D のモードの方で一回選択解除して、この状態でちょっと顔の面を選択してもいただいて、なんか予想通りの場所が選択できてるかなという。あ、大丈夫っぽいですね。はみ出してるやつあるけど大丈夫ですか？これ直しておきましょうか。収まってた方がいいんですよね。はい、収まってる必要があります。これでいいかな。はい、これでいよいよテクスチャーを書く準備が整いました。おお。これいいっすね。普段使ってるやつに持ってって。書き終わったらですね、ここに再読み込みとかできるので。例えば何回も行き来するってことですかって気に入らなかったら。まあそうなりますね。